アネックス様から製品を提供いただき、動画を作成しています。電光用トルクアダプターセット ATA-S1。以前紹介しましたプロチのスマルクと同じく台湾スローキー社とのコラボ製品で、この小ささでトルクを管理するためのアイテムです。アネックスさんの販売するものはビットホルダー部分に奥行きがありまして、両頭タイプや長めのビットを使えるというのが特徴的です。セットの内容はこんな感じ。トルクアダプターが5本とプラスの2番3番の 65mm ビットが1本ずつ、ラチェットドライバーが1つ、それらが頑丈なケースに入ってきます。メインのトルクアダプターがこちら。全長は 74.6mm、径が 12mm ほど。入り組みは M3 から M6 までのネジに対応した5種類。それぞれが分かりやすく色分けをされています。設定トルクはこんな感じとなっています。よく見る T 系列なんて言われるものや JIS の強度区分 4.6 ネジの締め付けトルクに近い設定となっています。ビットのホルダー部分は奥行きが 27mm ほど。車関係で使うものは奥行き 10mm ないものが多いので、比べると随分と深くなってます。先にお伝えしましたが、電動工具によく使う両頭タイプや長めのビットを使うことが前提の製品。逆に 25mm の短いビットは使うことができません。ビットはマグネットとスプリングに押されたボールで保持されます。スプリングがかなり強く、ビットは相当に強く押さえつけられますから、コンペとしていますプロチに比べるとガタがなく感じる、かっちりとした使用感になります。実際の動きはこんな感じ。設定トルクに達すると、根元部分とその先が空回りして、それ以上トルクが伝わらないようになります。使える方向、トルク管理ができるのは右ネジのみの対応となります。左ネジ、緩め方向での使用は、設定トルクで締めたネジの緩めには使える旨の記載があります。あまり気にせず、このハンドルで力が入る程度、5ニュートンくらいまではこれをつけたまま緩めに使っていますが、今のところ問題は出ておりません。精度の確認をしてみます。メーカーさんの発表スペックはプラスマイナス 10% の幅となっていますので、一般的なトルク管理機器と比べると若干アバウトですね。確認に使ったのはストレートさんのデジタルトルクアダプター。これもきっちり正確という保証はございませんが、手持ちのトルク管理機器のいくつかとクロスチェックをしてみて外れることがないので確からしいものとしています。結果はおおむね正確です。一番大きなサイズの M6 用のみちょっと大きめな数字には感じますが、どれもそこそこな結果となりました。再現性もいいっすね。この締め付けトルクの精度というのか角度というのか、普通のトルク管理機器と異なり、使用者、使い方への依存が低いのがいいっすね。様々な使い方、ゆっくり締めたり素早く締めたり、思い切り力入れたりといろいろ試してみましたが、ほとんど同じトルクで締め付けることができました。ただ、インパクト機能を持ったものや回転速度の速すぎる電動工具では壊れやすくなったり、オーバートルクとなるようで、それぞれ使用は禁止されています。手で使う道具ですね。実際に使ってみての感想として、普段プロチブランドの似た製品を使っていますし、私の用途ではビットは短いものが使いやすいと思っていたこともあり、このセット、自分の使い方には合わないかもと思っていたのですが、接合部分のガタのなさというかかっちりとした感じがとても良い使用感を生んでまして、なかなかいいんですよね。150mm のビットを組み合わせて使っていることが多いです。最初は長すぎるかと思いましたが、この全長なかなか扱いやすくて気に入っています。プロチもドライバーハンドルとこんな感じに組み合わせて使うことはありますが、使用感はこちら、アネックさんのものが団地でいいですね。ドライバー型で使うことが多い方はアネックさんブランドのものが使いやすいでしょう。ただ、高トルクというか4ニュートンくらいから、アネックさんで言うと M6 ボルト用はドライバーハンドルで締め付けるのはなかなか気合がいりますから、その辺からのトルクで使うことが多い車関係での使用にはプロチがおすすめですね。どちらを選ぶべきか迷う場合は使うビットに合わせるのもおすすめ。25mm をメインにされている方はプロチ、50mm 以上がメインの方はアネックスの方が合っていると思います。
さて、ここからは改善を望む部分について。まず、セット販売のメリットがあまりないんですよね。値段的にお得感がありません。定価で計算してみますと、バラ買いで24,000円がセットになって23,000円。実売価格で見てもセットにそんなにお得感がないんです。かつ、これ言い方悪いんですけど、あまり嬉しい組み合わせでも申し訳ないんですけど、ないかなと感じています。まずこの入れ物。とても丈夫な良い入れ物ではありますが、内容に対して大きさが全然合ってないんです。この容量に対して中身がこれ。あまりに側が大きくて、これで持ち運ぼうとはならないですね。私は PB の差し替えドライバーの入れ物を使っているか、それこそバラで道具箱に放り込んで持ち運んでいます。このトルクアダプター、収納が難しく持ち運びに悩む製品なので、どちらかというとコンパクトな入れ物が欲しかったです。同梱されるビットも確かにプラス2種類は使いどころも多いですが、長さの好みもあるでしょうから、どうせビットつけるならバンともっとたくさん欲しかったですね。たくさん入っていればこの入れ物ともマッチしますし、お得感も出そうです。トルクアダプターはリーズナブルとは言えない値段の製品ですから、セット品でのこのお値付け、お得感のない設定というのはおすすめするのはちょっと難しいです。必要サイズをバラ買いしていくのが良いでしょう。ついで、電動工具に微妙く合わないのは残念ですね。回転数の上限は毎分250回転。ペンドラやドリルですと軽く上回ってしまいます。電動工具と合わせることが説明書には記載あるのですが、スペックで見てますと使える相手は限られます。で、これ中期はあるけど問題なく使えるっしょと思い、ドリルに加えて使ってみたところ、動作はするのですが、トルクアダプターがかなり熱を持ちまして、ネジを5本も回すとスリーブ部分が触って熱いと感じるレベルになってしまいました。これは注意書き通り、電動工具で使うのはやめておこうとなっています。手で回す、手で使う道具っすね。手で回す分にはそこまで熱を持ちません。確認のため100回連続手で使ってみましたが大丈夫でした。ほんのり暖かくなる程度で、最初の1回目と100回目の締め付けトルクに変化もありませんでした。電動工具と組み合わせられるととても便利そうなのですが、電ドラぐらいまでかと思います。回転数の速いもの、トルクあるものとの組み合わせというのはおすすめしません。アネックスさんのトルクアダプター、細かなトルク管理にぜひおすすめ。使用者に追加の負担なくトルク管理のできる素晴らしいアイテムに思います。全長の短いプロチ、長いアネックス、それぞれに良さがありますから、ご自身に合ったものを選択されてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!